落語、親に通知、SNS の門番とメンタルの話。師匠でございます。世の中にはね、知らせた方がいいことと、知らせ方を間違えると大騒ぎになることがある。家事と試験のテンポ、そして今時は SNS でございます。師匠、メタがインスタで子供が自殺とか自傷の検索を繰り返すと、親に通知する機能を始めるんですって。子供を守りたいって話としては、筋はわかる。ですよね。親に知らせれば助けられるかもしれない。そこだ。知らせるのは入り口だ。その後、どう話すかが本番だ。通知が来たらすぐ解決じゃないんですか？お前な、親だって人間だ。いきなり仕事中にお子さんが自殺関連を検索してますなんて来たら、心臓が先に検索停止だ。確かに、メンタルやられますね。だから難しい。子供の安全も必要。親のパニック対策も必要。通知だけ投げて、はい、あとは家庭では乱暴だ。でも師匠、メタも親向けの専門家によるガイドをつけるって話らしいですよ。でもあくまで親の責任としてますけどね。そこは一歩前進だ。ただな、SNS の会社は門番をやるなら、門を閉めるだけじゃなくて、出口も案内しろってこった。出口、相談先だ。会話の仕方だ。専門家につなぐ道だ。危ないぞ。だけじゃ人は動けねえ。師匠、でもこういうの、子供向けの話ばっかりですね。いいところに気づいた。SNS でメンタルやられるのは子供だけじゃねえ。大人もだ。しかも大人は親の監視がない。確かに、大人の方が夜中に延々見て勝手に落ち込んでます。そうだ。怒って比べて凹んでまた見る。SNS ってのはな、子供に有害、大人にも有害。違うのは、子供は親にバレるかもしれねえが、大人は黙って沈むことがある。じゃあ大人にも通知つけますか？あなた、今日も見過ぎですって。それはいい。ただし監視じゃなくて、自分で選ぶ通知だな。自分で決めて自分に出す。必要なら家族や友達にも知らせる。そこまで設計できりゃ、メタも大したもんだ。師匠、最後に一言ください。よし、子供を守るのに、親への通知は必要。だがな、通知は薬にもなるし、飲ませ方を間違えりゃ毒にもなる。SNS の本当の問題は、子供だけじゃねえ。大人のメンタルにも、ちゃんと門番が必要だ。お後がよろしいようで、ここからは、師匠のニュース解説です。がっつり解説します。インスタグラムが子供の自殺自傷関連検索を親に通知へ。メタの新機能は前進か、それとも親への丸投げか。インスタグラムは10代の子供がインスタグラム上で自殺自傷に関連する語を短時間に繰り返し検索した場合、親に通知する新機能を導入すると発表しました。対象は親子でスーパービジョン、見守り設定を使っている T アカウントで、まずは米国、英国、オーストラリア、カナダから始まり、他地域にも拡大予定です。通知はメール、SMS、WhatsApp、Instagram アプリ内で届き、親向けの会話支援リソース、情報も合わせて表示される設計です。メタはすでに該当する有害検索をブロックし、支援先やヘルプリソースへ誘導する仕組みを運用しており、今回の新機能はそれに加えて、親への能動的アラートを行うものです。メタの発表では、誤検知もあり得るが、慎重側に倒す、エラーオンダサイドオブコーション設計だと説明しています。何が新しいのか、ブロックだけでなく、親への通知。今回のポイントは、単に検索結果を制限するだけでなく、子供の検索行動の変化を親が知れるようにしたことです。メタは、繰り返し検索というパターン検知を使い、突然の行動変化のサインを拾う狙いを示しています。これは、子供の安全対策としては、一歩前進です。見えないまま進行するより、親が気づける方が、良い場面は確かにあります。ただし批判も強い。親をパニックにさせるだけでは逆効果。一方で、オンライン安全自殺予防の立場からは、強い懸念も出ています。BBC 系の報道で紹介されたモリーローズファウンデーション側は、こうした通知が親を動揺させる一方で、難しい会話に十分備えられないままにしてしまう危険性を指摘しています。スカイニュースでも同様に、通知がフリムジー、薄っぺらいで、
親をパニックド&イルプリペアド、パニックで準備不足にさせかねないという批判が紹介されています。数値そのものより、その後どう支えるかが本体だからです。メタもこの点は理解しているようで、親向けに専門家リソースを一緒に送る設計にしていますが、実際にどこまで有効かは運用を見ないとわかりません。日本、韓国はどうか。現時点でメタの公式発表で明示されている出展開国は、米、英、豪、華です。メタは他地域にも今年中に拡大としているものの、公開リスト上では、日本、韓国の開始時期は明示されていません。見落としがちな論点。SNS の害は子供だけの話ではない。ここで忘れたくないのが、SNS とメンタルの問題は10代だけの話ではないという点です。大人も SNS で不安、怒り、孤立を増幅されます。大人も検索、主張、反復閲覧でメンタルがやられる。しかし、大人には親の監視がない。もちろん、大人に子供向けと同じ監視通知をそのまま入れるのは、プライバシー上の問題があります。ロイタースも、子供保護の規制強化が、大人のプライバシーや表現の自由との緊張を生む論点に触れています。それでも、将来的には監視ではなく、例えば、次のような本人同意型のセルフアラートは検討価値があります。自分の危険検索、夜間連続利用の自己通知、事前登録した家族、友人支援者への任意共有、AI アプリ側の会話支援や相談先案内の強化。実際メタは今後、AI との会話、自殺自傷関連についても、類似の親通知を検討中としています。これは検索から対話 AI へ課題が移っていることを示しています。まとめ、必要なのは通知だけでなく、その後の支援設計。今回のメタの新機能は、子供の安全対策としては前進です。でもそれだけで問題が解決するわけではありません。通知が来る、親が慌てる、子供は閉じる。この流れになるなら逆効果です。必要なのは通知、支援、会話、専門家につなぐまでの設計。そして長い目では、子供だけでなく、大人のメンタル被害にも向き合う仕組みが必要です。SNS の問題は、年齢で線を引くだけでは片付きません。そして、そもそも、これだけ害があるのに、SNS 使う意味がある、と問い直す時期でもあると思います。出展、メタニュースルーム、2026に2026、New Alerts to let parents know if their teen may need support。ロイターズ、2026に2026、インスタグラムの親通知機能に関する報道。スカイニューズ、2026に2026、慈善団体の批判コメント紹介。BBC 系再掲、KBC 系2026に26、モリー・ローズ、ファウンデーションの批判コメント紹介。お後がよろしいようで。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価と登録が増えると、毎日チャンネル更新をする支えになります。師匠からのお願いです。